はい、始まりました。今日は結構新しめの逃走者の紹介になるんですが、すでに最新弾ではなくなったと。もう最新弾じゃない？これ最新弾じゃない？最新弾じゃない。確かに最新弾じゃない。嘘、早くない？いつも言ってるじゃないですか。早くないですか？早いんですよ、だから商品の展開が。早くないですか？一応今日はささやきの三姉妹トロスターニになります。ちょっと真犯人だった人ですか？わかんないです。そうなんですかね。これ真犯人なの？まず能力を説明させていただくんですけども、なんかこんな変なマナだな。読みにくいと。なんて言えばいいのこれ。とりあえず釣れずに混成の3マナで44です。はい。で緑2マナでクリーチャー1体対象として摂取を得ます。はい。で混成1マナでクリーチャー1体対象として警戒を得ます。はい。で白と合計3マナでクリーチャー1体対象として2段攻撃を得る。はい。という能力です。マナ食い虫だなーっていうね。ゴリゴリの緑白には珍しい殴りジェネラルになりますよね。ちょっと同意しかねる部分もないことはない。はい。一応殴って勝てって書いてあるような気がしません？いやまあ殴って勝てとは書いてあるけどね。はい。なんでどんなカードが入るか、まず入るカードを紹介させていただきたいんですけど、まず守るカード。こいつ緑白なんで、殴ってくっていうことで守るカードはふんだんにあると思うんですよ。いっぱいありますよね。それいっぱいあります。例えばロランの脱出みたいな最近でこれ系は結構一番強いですよね。あなたがコントロールするって書いてないっていうあと救済の波動みたいな、これはあなたがコントロールしてる全て呪言、全部守れるっていう、僕これいいんじゃないかって見つけてきたカードがありまして、運命の回避っていうこれ知らねえんだよ緑1マナであなたがコントロールするパーマネントを対象としているインスタント化オーラを打ち消すって書いてあるんですけど、さすがに範囲狭くないですか？実は弱かったっていう白で言ったら不愉快の拒絶とかの方が全然強いっていうあるんですよね。あるらしいと、知らなかったんですけど、赤緑の脳だから白の方が強いんだっていうとかで守ります。とりあえずまず、守るカードが結構10枚とか10枚以上は入りますかね。であとはドローするカードはある程度ドローしなきゃいけないと思いますんで、例えばダメージを与えたらドローするカードってあると思うんですよ。鋭い感覚第6巻とかならず者の手袋みたいなダメージを与えたらドローできるカード。なるほど、ブースト付与それは2枚引けるから。そうですよあと狩人の眼式っていうダメージ与えたそのダメージ分ドローできるっていうインスタントも一応あります一応ダブスト付与すればちょっとマナーが足りるかどうかはちょっと6マナで8枚引きますであと結構相性のいいカードがありまして、伝説たちの秘本、手に入らなかったこれは幻のカード再録されたらしくて、結構お安くお買い求めできますんで、一応能力説明しますと2マナのアーティファクトでして、まずページカウンターっていうのが置かれた状態で場に出ます。で1個乗っていて、統率者が戦場に出るか攻撃するたびそのカウンターを1個置きます。場に出せばカウンターを乗りますし、当然こいつ毎ターン殴ってきますんで、カウンター乗ってきます。で1マナタップでそのカウンターを1個取り除いてカード1枚引く。で能動的に一応カードは引けるカードという、結構1マナでタップだったら軽いですよね。アイオーベクナーよりも一番軽いという、結構いいですよね。である程度カード引くカードっていうのも10枚以上は入って必要かもしれません。特に守るカードを手札にある状態にしとかなきゃいけないから、ある程度ドローは同じように必要ですよと。そうですね。でここまでを聞いて、そんなんで勝てんのかと思う方もちろんいると思うんですよ。ただ殴ってって守ってって勝てんのかと。実はこいつの能力を聞いて熟練の方はすぐ分かると思うんですが、決闘者の遺産というカードをご存知だと思うんですけども、EDH プレイヤーなら白3マナのエンチャントでして、1体以上のクリーチャーが攻撃するたび、どれかに攻撃クリーチャーに2段攻撃付与できますよと。これは自分じゃなくてもよくて、相手にも付与できるっていうエンチャントがあるんですけども、ありますね。それ
です。まあ内蔵してますから、はい、実は、毎回かかりますけど、マナは実は先ほどさらっと能力を説明して言いませんでしたが、こいつは接種を相手にも付与できますし、警戒を相手にも付与できますし、二段攻撃を相手にも付与できます。さすがに警戒を相手に付与することはないんじゃないかな。一応接種つけたりとかできますんで、急にブロックできないとそうですなんか例えばいきなり飛行のでかいやつが殴りに行って飛行のやつをブロックしたら、じゃあ片方それ接種つけて両方相打ちでみたいなこともできますんで、そうですね。はい。でそれをそれとなく能力説明するときにさっきみたいに言えば分かんない人は分からないんでそれは言ってあげてください。で一応つけたいのでマナを立てておきたいじゃないですか、だから入れとくといいカードっていうのが何枚かありまして、まず熊の陰影っていうカードなんですけど、はい、緑4マナのエンチャントオーラで、22修正で属霊鎧です、で攻撃すると土地が全部起きます、はい、属霊鎧っていうのもかなり優秀なんですけど、土地が起きるというのがかなり相性が良くてですね、とにかくこいつ殴って1マナで警戒つけて、ダブソーも好きちゃって4マナあれば土地起きて建てられるじゃないですか、土地を。で同じようなカードで自然の意志というカードがあるんですけども、はい、4マナのエンチャントであなたはコントロールしている1体以上のクリーチャーがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるとその人の土地をタップして自分の土地をアンタップできると、土地をタップするっていう能力はあんまりカジュアルタクでは使わないと思うんですけど、土地全部置きますんで、そんな感じで例えば種子生まれの主人とかも入れて、土地とにかく起こしてればいいんじゃないかと思うんですけども、そしたら相手のターンみたいなことがまあ特に種子生まれの主人だったら毎ターン使えるわけだからね。そうですね、毎ターン全てのターンで使えますからね、で通常は1マナ警戒で毎ターン殴ってきます、これ、はい、でブロックできませんと。ブロックもうしませんよね、まず接しつくし二段攻撃もつくかもしれないのに危険性があるのに打ち取れないコンバットでブロックしたくないなって言って通します、まず相手は。で使ってもいいですし使わなくてもいいです。まあそうですよねっていう抑止力があるっていうのが重要なだけで、で相手はしかもこっちを殴ってこれませんそうだよねこいつ警戒なんでこいつ立ってるからねで飛行だけは殴ってこれる状況になるんですね、はい、そうすると例えば武器庫の解放あるじゃないですか、はい、武器庫の解放でおおらか装備品サーチできるんですよ、でさっきの熊野の陰影を持ってきてもいいんですが、ちょっと余裕があるようでしたら雲の陰影っていう到達のためだけに持ってきたやばいぞこれこれを持ってきても1マナの11の属霊鎧でして、はい、到達を持つっていう、はい、属霊鎧って守れますんで、カジュアルだと結構有効なんですよ。であとは持ってきてもいいかなと思うのはフェリダーの陰影っていう、はい、これも属霊鎧持ってまして、これは実質的にねクリーチャーから受けるダメージをそう軽減できるんでこれは2マナの属霊鎧で反魂を持つという、はい、反魂やばいことになってますね。じゃあだから4点か8点回復するということで、はい、でそんな感じで、あとラスは一応コマンダー以外ラスみたいな、兵士の切りつけでしたっけ、とか、あと中世の確約っていうカードがあるんですけども、中世の確約能力説明しておきますと、白5マナのソーサリーでして、各プレイヤーはそれぞれ1体選んでそれの上に制約カウンターを置きます。で残りを生贄で選ばれた各クリーチャーはそれぞれそのカウンターがある限りあなたやあなたをコントロールしているプレイゾーカーを攻撃できない。このカードこのデッキだと相当偉いと思うんだけどそうですか、やっぱり、やっぱこいつね、1体残ってそうねで、相手が残ってるクリーチャー仮に大型フライヤーだとしても抽選カウンター乗るから殴ってこれないじゃないですか、であとこいつのカード偉いところは生贄に捧げだから、全体破壊不能不要みたいなのは避けれないんですよね。なるほど、だからかなりこのカード相性がいいですよね。そうですね、で一応大変動それでダメですか決まんの決まんない結構都合のいい盤面じゃないと打てない気がするけど一応大変動能力説明しておきますと、白4マナのソーサリーで全ての
プレイヤーが1個ずつパーマネントを選んで、残りを全部生贄に捧げるっていう、クリーチャー1個、アーティファクト1個、エンチャント1個、土地1個、生贄に捧げて、都合よくトロスターニと対マンしようぜって言い出すっていうちょっと怪しい気がするけど、怪しいですか、まあいいか怪しいちょっと怪しいのでご利用にはちょっとお気をつけくださいそんな感じでフィニッシュしていくんですが、はい、あと面白カード何枚か紹介したいんですけど、幾何学の戦術家テオっていうプレインズウォーカー、はい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 、こいつかなりおすすめのカジュアルカードになるんですが、はい、白3マナの中精度3のプレインズウォーカーでして、まず場に出た時04の飛行の壁のクリーチャーが場に出ます。意外と硬いと飛んでるとで飛んでます。こいつ守れます、でプラス1の能力が対戦相手1人と自分がドローする、これよく白にある、効果でして、今負けてる人同士でドローする効果ですよね。はい、でマイナス2、この奥義がすごくてですね、マイナス2で奥義消えちゃうっていう奥義と言わないですよ、小マイナスだいやこれはもう奥義です奥義が右か左の人を選んで、その人にしか次のターン殴りに行けませんよっていう。なるほどね、はい、次のあなたのターンまでですか。次のあなたのターンまでです。はいはいはい、はい、やばくないですかこれ何がいいかって言いますと、まず能力出た時に説明するじゃないですか、はい、で説明するんですよ。右か左かってなるんですよ、まあいいかってその時はなるんです、で基本的にはプラス1を運用してきますんで、誰かとワンドロこう仲良くするんですよ、でしといて最終局面でいきなり右しか行けませんとか左しか行けませんとか言い出すと、そんな能力あったのみたいな確かにさっき言ってたなちょろっとみたいなことになるんで、かなり効きますこれは。だからカジュアルタクではかなり強いですおすすめのカードになります白だと、であと一応もう1枚だけ面白カード紹介したいんですが、沈黙の時っていう僕の白調べた中で一番知らないですか一番好きだったカードこれ結構いいですよ。1マナのインスタントでして、このターン対象のプレイヤーは自分の戦闘フェーズを飛ばす。なるほどなるほど、以上あれ飲むっちゃ飲むなんだけどでも誘発もしないからそうです。これいいですよ。これね、何がいいかって一番ヘイトが高まってる人のとこで、まあ飲むとほぼ一緒なんですけどその人は戦闘行こうとしてるんですよ、で戦闘行く準備をするわけじゃないですか、そのところでいきなり1マナのインスタントで戦闘フェーズ飛ばしますっていうと盛り上がるんですよまずノームだと殴りに行った後にノームになるじゃないですか。一人のヘイト高い人がすごい戦闘をしようとこれからしてるところで、これを戦闘フェーズ飛ばしますっていうと、よくやったってなるんでなんでだろうね、確かになんでだろうな飛ばされた方が確かになんかダメージ大きいような気がするけど実はダメージ与えなかった方がクリーチャータップしてる分ダメージ大きいんだけどそうですよ、ノームの方がねタップしてるからノームの方が強いんですけど戦闘フェーズ飛ばすっていうと、やっぱりちょっと盛り上がるんでだからこれかなりおすすめになってますので入れてみてください。白には結構戦闘フェーズ飛ばすってやつね、少しあるちょっとありますよねちょっとあるまあそんな感じになりますかね。はい、トロスターに勝てそうですかこれだけ聞くとね全くわからんっていうでもね結構楽しいですよ、もうとにかく毎ターン小づくんですよ、でちょっとずつ貯めてって落としたダメージを、で結局は相手依存なんでそうですよねこれ相手のクリーチャーにこの付与するぞって戦っていくだけですよね。そうです、運が良ければ勝てるみたいなで自分である意味手を下してないからヘイト買わないっていうまあそういうことですよね多分。そうなんですよ、ヘイトしかも買ったとしても、超殴りにくいからトロスターにいると。そうだからかなりカジュアルでは楽しい構成になってますので、これは見ててこの間やってた友人からアイデアそのままパクったんですがまたですかなるほど、パクったんですが、これいいじゃんと思って。なるほど、だからおすすめですんでやってみてくださいという。なるほど。他にもこのデッキに入りそうな、いいカードありましたらぜひコメントしていただけるとありがたいですということで。
あとチャンネル登録お願いしますということでお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。